自分磨きお待ちスタイルです。今回はなんと4泊5日の沖縄旅行に、います。イエイ。それでは沖縄旅行編スタート。ちっちゃい頃とかさ、ここでも豪華だと思うけどさ、このリッツ・カールトンの朝ごはんをさ、もうベビーチェアの時代に食べてる子供とか見るとさ、相当舌が肥えて大人になっちゃって大丈夫かしらと思ったり、逆にもうちっちゃい頃からそういういいものばっか食べさせられすぎて、思春期になったらジャンキーなものばっか食べてしまうのかしらとか思いました。同じ中学で違う学年ですごい美人の先輩がいて、本当に肌とかも綺麗で、もうモデルさんとか芸能関係の家の子で、でも砂糖菓子とかスナック菓子が一切禁止の家で育ったって言って、中学に上がって友達とお菓子とか食べたら、なんで食べさせたんだって親が学校に乗り込んできたっていうのを聞いて、なんていうの、特権階級も不自由だなと思いました。小さい頃からお菓子に関しては甘やかされていたので何も言えない。4日目の朝です。6月1週目の沖縄は梅雨も明けきらず、微妙な天気が続いています。さて、これから朝食ブッフェに向かいますよ。朝食会場の名城ダイニングは400席を誇る大型ダイニングビュッフェレストランです。豊富な料理の種類でゲストを迎え、リゾートらしい朝食タイムを楽しめます。おつまみみたいな感じでいっぱいあります。サラダがあって、でサンドイッチがあります。豚ハムとチーズを削ってかけてくれるんだ。よしおにぎり、レンド米おかゆ、干し貝柱おかゆ、おかゆの具がすごいたくさんあります。でこれ中華スープと、はい、クラムチャウダー。おかゆは美味しかったけど、こっち普通のご飯です。沖縄そば2種、こっちイカスミとプレーンってことですね。クラゲの和え物ときゅうりのネギソース、白湯白餃子、中華ですね。2種類はめっちゃある。ゴーヤチャンプルー、鶏じゃが、それ美味しそう。島豆腐の好きに、焼き鮭、赤魚、マアジ、天ぷらでもずく、人参印ここにありますね。小松菜、海ぶどうはありますね。お腹すいた。でこっちがカレー、野菜キーマとモーニングカレーがあって、タラメリックライスがあるよ。カレー好きな人は嬉しいと思うの。人参ロースト、キノコソテー、かぼちゃソテー、糸満の紅はるか、トマト、ブロッコリー、でこれアマのコーナーです。これ美味しそうかも。ピザみたいな、パニーニみたいな、ホットサンドとか、タコスボール、ソーセージ、お肉のコーナーです。卵、これ唐揚げ。お腹すいた。カレーパン、これカレーパンだ。パンもさ、食べたいなって思ったんだけどさ、食べなかったんだよね。おはようございます。もうさ、みんなはちゃっちゃっと取ってきて取った人から食べれると思うんだけど、
撮影とかはさ、するもんだからさ、全種類撮るまで帰れまてんになって、もうお腹ペコペコの状態で来て、私なぜお腹がペコペコだかというと、朝8時前に起きて、ジムに行けるぞと思って、ジムに行って、有酸素と腹筋とスクワット合わせて30分ぐらいやって帰ったんですね。もうお腹がペコペコの状態で待てが始まるので、朝が一番お腹がすく。おかゆを食べようと思います。このおかゆはね、豪華です。どうかな結構トッピングを工夫したんだけどな。いただきます。機嫌良くなった。おかゆは美味しい。みんなパンとかに惑わされずおかゆとかにした方がいいよ。好きな味だ。おかゆ美味しくてよかった。貝柱の出汁がすごい効いてて美味しかった。あと肉豆腐に温玉乗っけちゃいました。もしかしたらここに来たらおかゆを3杯ぐらい食べようと思います。で、最後副料理長的なジローラモンさんみたいな人が来て、お料理美味しかったですかって、はいってやったんだけど、昼も美味しいです、ぜひ来てください。ごめんなさいって思いました。ごちそうさまでした。何のごめんなさいでしょう。曇り空で風もあって少し寒いですが、センタープールにやってきました。これはスパークリングシャンパンだっけな、シャンパンだったかも。日差しが来たよ。日差しが来たら日差しが来たぞ。一瞬晴れたんだよ。この景色はとてもいい景色。オアシスのバーテンダーさんにオリジナルカクテルを作ってもらいました。ピニャコラーダだよ。強い。すごいね。こんな一瞬でシャーッと作ってくれた。これは酔うやつだ。この沖縄の強風の中浮かれたもの。サトウキビを噛みました。こじれる。美味しい。なんかやっと形だけでも南国っぽいことしてなんか映さない。早々にプールを後にし、これから沖縄南部の観光スポットに行ってきます。今、瀬長島に来たんですが、一番近い駐車場に止めたんですけども、行きたいのは海かじテラスでこう戻ってこんな感じで行ってここに止めてこの辺を観光しようかなと思います。これが小宝岩です。前方に見える白い建物で、結構車いっぱいですね。止めれますでしょうか。こんな路駐していいんだろうかっていうぐらい路駐なんですけど、海かじテラスは真っ白な階段状のテラス群が連なるリゾート型商業施設です。瀬長島に着きました。ちょっと海を見てみましょう。海が結構綺麗です。ちょっと今日は風が強くて寒いです。ANA が
おー、すごい商業施設です。ギリシャのさ、首里石鹸ですね。ここはパフェ屋さんですね。パフェと水着を売っています。あ、ちゃんとこう区画分けされてるんですね。めちゃくちゃイチゴ推しです。みんなパンケーキが好きみたいです。あ、ファッファしてるんでしょ、ファッファ。めちゃくちゃ観光地です。アイスクリーム屋さんです。にぎわってますね。なんだろうねこれ。氷結みたいなところに入れるのかしら。プレッツェルは美味しそうだなと思いました。貼り付けてあるのは何でしょうか。グアムの恋人岬もこういうのいっぱい売ってました。あ、すごい。1個しかありません。おしゃれな店舗が高台に立ち並びます。シーサーかわいいですね。グアムだな、グアムだなっていうかアメリカだな。鳴らしちゃった。シーカーサーモヒートノンアルコールバージョンを頼みました。これフラミンゴだね、ストローに。かわいいね。これかわいい。ゴーヤチャンプルーソーセージホットドッグ1600円。パンもくるみが入ってる感じで、もうゴーヤがめっちゃ断面にゴーヤチャンプルーです。いただきます。ゴーヤが力強く主張してくる。焼きたて熱々でさっぱりしてて美味しいです。これ一番美味しかったかも。海かじテラスを満喫できました。途中沖縄アウトレットモールアシビナーに立ち寄って少しお買い物をしてからホテルへ戻りました。次の日の服を買ったよ。海かじテラスで買った T シャツを着てホテルのラウンジで時間調整です。これからタクシーに乗って地元の人気店に夕食に向かいますよ。糸満漁民食堂は糸満市にある予約必須の海鮮料理専門店です。その名の通り漁師の食堂をコンセプトとしており、糸満の漁港で水揚げされた魚介を使用した漁師町ならではの海鮮料理が味わえる人気店です。来ました。はい、糸満漁民食堂、今夜はここを予約してもらっています。予約してる方でしょうか。めちゃくちゃ並んでます。あ、違う、名前を書いているので、はい、では予約している旨を伝えに行こうと思います。開店前なのでまだ待ってます。めっちゃ人気店です。店内は広く活気もあります。私は半地下の個室に通されました。予約したらこんな可愛い個室が取れました。あ、これ寿司屋さんで見たやつ。そう、お
沖縄魚図鑑。今日まずメインとしてこの定食をシェアして、あとアラカルトを頼む感じにしました。ミーバイっていう高級魚がなくて売り切れちゃって、ミーバイ食べたかったんで、それで次におすすめっていうやつにしました。で、前菜3種はお刺身の酢味噌和えと海ぶどうとイカのシーカーサーポン酢和えとマグロの粒胡椒焼き、あとアラカルトから海ぶどうと豆腐用をお願いしました。ちょっと足をね崩させていただいて、糸満漁民食堂沖縄4日目です。そんないるんだ。いただきます。まず普通に海ぶどういただきますね。海ぶどうはやっぱり大好きです。海ぶどうって新鮮なとこは粒がちゃんと大きくて、本日のお刺身分厚いですね。すごいバターの香りがすごい。で、なんだっけこの魚、今湯っていうのが今日のお魚っていう意味だから、ビタロウだビタロウ。すごいこの部屋の中にバターの香りが、バターの小部屋みたいな感じになってる。じゃあイラブチャーをいただいちゃいます。贅沢厚切りいただきます。すごいコリコリしたマダイって感じです。このビタロウを食べますね。すごいバターがガンガンかかってます。ソースは3種類から選べて、じゃあ緑、赤、黄色なんですけど、緑のアーサーバターを選びました。いただきます。バターが強いけど中の白身もしっとりふんわり、すごい柔らかくほどけます。美味しいよマグロ。この忘れちゃったけど白身魚を食べます。これどんな味するんだろうね。よりタイに近い感じ。タイしか知らないじゃん。いろいろ食べてきたんですけど、これメカジキの唐揚げもおすすめということで、高タンパクっていう感じで、筋トレメニューもおすすめ。胸肉にすごく近かったですね。私はでも青森がもうちょっとね酔ってきたら、このね、落としちゃった。落としちゃった。この豆腐用のちびちびかじりながら青森の残りを進めたいと思うんですけど、まずはちょっとご飯をね。いやでも結構量多いな。お刺身がさ、本当に見てください。この風ピとか特に分厚いのね。そうなの、量が多いんですここ。本当にすぐお腹がいっぱいになるパターンだ。ここは食堂だね。これ居酒屋じゃなくて食堂だ。そうだから結構回転も早かったです。でもちょっとさ、豆腐用のこうかな。これはね、ちびちび。これをチーズみたいな感じだから口の中でちょっと伸ばす感じで置くんですよ。で、口の中にまだ豆腐用がいる状態で、飛ぶ。これは私がよく油を流すじゃなくて、青森をこうコロコロ転がすんですよ。そうするとゆっくりこう泡盛とで豆腐用が口の中でこう溶けていって、芳醇なエキスを喉の奥に
じわ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 流し込むっていう。ああ、美味しい。大人の楽しみ方ですね。ラウンジとレストランでホテルステイしてたら、ここは来れなかった。ここ来れたのは、一晩に泊まってよかったと思う。地元の食堂も一個は行きたいもんね。いいじゃん。オリオンビールの T シャツで来れる気取らないお店。地元の海鮮料理を堪能しました。周辺にはお店もないのでタクシーでホテルに戻ります。プールバーオアシスで飲み直そうと思います。お店の感想と振り返りはその時に。ホテルに戻ってセンタープールの夜の噴水ショーを楽しみます。これでも独り占めできたんだよ、この景色。またプールサイドのバーのオアシスに来ました。とりあえず乾杯します。3回目だよ、滞在中。糸満漁民食堂はバター焼き、出来たては美味しかったと思うし、お刺身とかも厚切りで、今日たまたま閑散期の雨の日の平日っていうのはあると思うけど、全然予約してない人も普通にぬるっと入れてたし、予約してない場合は18時に行って名前書くのがポイントだと思います。多分ごめんなさい、これ6月の情報なんで、7月とか8月とかだったら相当並ぶと思いますし、なんなら予約してない人はダメですって言われるかもしれないけど、インバウンドの方と、あと YouTube 女子みたいな若い方がほとんどだったので、沖縄リピートしてます、リツリピートしてますみたいな人の気配がなかったんです。で、有給ホテルもね、ちょいちょいいいね、全てが差がある。特にこのビッププールバーとか、さっきお話したらかなり有名なバーテンダーさん、いろんな大会で優勝してるような方が働いてらっしゃるし、昨日のイタリアも沖縄でこんなハイサービス、なかなか東京でもこんな創作料理食べられないよって。私この15分ずっと喋ってたってことか。カウンターの中の人も私がずーっと一人でも喋ってるから怖かったろうね。でもここ通ってたよね。でも綺麗。夏はすごく混みますか？じゃあここのセンタープール利用できる方ももうすごい増える。美味しいお魚料理とホテル内のムーディーなバーでの贅沢なひとときで、とても気持ちのいい4日目の締めになりました。明日はいよいよ最終日です。最終日もご覧の天気です。結局この5日間快晴の日がありませんでした。今日の朝食はクラブラウンジでいただきます。プレミアクラブラウンジでの朝食は混雑が少なく、落ち着いた雰囲気の中で朝を迎えられます。パンがいっぱいあるよ。ベーカリーシェフによる25種類以上のオリジナルパンを提供するのが特徴です。
クラブフロア宿泊者しか利用できないラウンジのため、静かで優雅な空間が保たれています。温かい野菜、おかずの種類は少なかったです。クラムチャウダーとかが入ってるストーブの鍋とかもいい感じでした。まず取ってきたものはこれね、チンスコーメロンパンと、あとエッグベネディクトに近いみたいな、オープンサンドとポーチドエッグみたいな感じ。はい、ラウンジに楽しみに来たんですが、水を差す出来事があって、言っちゃう？悲しみです。ラウンジ来たらさ、いや、ラウンジピッてかざしたら入れるんだけど、ラウンジ来たらさ、普通さ、誰かいて、そのラウンジのフロントのレセプションのところにで、席とか、こっちの席どうですか、あっちの席どうですかって言ってくれるじゃん。誰もいないので、私先に一人で着いて、カバン置いて、席確保して、お茶取って戻ってきたの。そしたらなんか戻ってきた時にすごい私が頼んでないジュースとかがいっぱい置いてあって、って思うじゃん。なんかカバンがさ、見えなかったのかなとかさ思って、私が先に取ったと思ったの。そしたらもうこのテーブルの色と同化する感じで、こうカードキーで席取りしてあって、でそもそもスタッフが席に誘導しないの本当に良くないと思う。だからこんなラウンジ初めてだ。いや本当だよ。そのカードキーで席取りした人は何にも悪くない。まあ悪いな私だよ。空港のラウンジみたいな。もうやだー。全然食欲が湧いてない。かわいそう。そこにあったのか。そこに置いてったのか。フリーアクセスのラウンジ。いただきます。お前食べてる場合じゃないよって思うよね。パン。チンスコーメロンパン。でも美味しいから許す。あれくらに。どうも。それでは今回の4泊5日の沖縄のスマホラウンジがあるんですよ。これ撮ってる時振り返りたいと思います。ペコリで、琉球ホテルはまずね、ちょっと琉球ホテルさんにかわいそうなのは、天気に全然恵まれなくって、なんかそうなんだけど、雨上がってもどうしても雲が切れてくれなくって、全然お日様が差さなかったので、プールの水温が冷たすぎて膝までしか浸かれませんでした。で、ここの琉球ホテルで一番良かったのはイタリアンレストランのミラノっていうところで、事前に予約をしてもらってたんですけど、ものすごい手厚く優しい接客を受けまして、料理も数々の創作料理がシェフのいろんなデザインが詰まった一皿一皿が本当に目で楽しめて舌で楽しめるっていう、そういうのがぴったりで本当に美味しかった。スイートルームで、スイートルームは当然クラブアクセス付きなんだけど、クラブラウンジアクセス付きが多分結構多いのね。クラブラウンジは結構わちゃわちゃしてて、多分ね、本当琉球ホテルの人に全く悪気はないし、なんなら運営のケンコーポレーションさん、グアムの椿タワーでお世話になったし、全然悪くないし、いやそれ大箱泊まってんだからそうなんじゃろっていう、そのね、
そうこうしているうちに今5日目の朝なんです。なんか晴れてきて、なんか晴れ間が出てきて悔しいです。チェックアウトから晴れ始めた。だからもう皆さん旅は自分磨き、自分の心を磨くっていう意味で、じゃあもうおもてなしされて大事大事っていう旅にしたいのか、ホテルはさもう寝るとこ、ご飯は腹を満たすもので、それ以外を楽しみたいんですなのかをちゃんと区別しないと、目的別にホテルを使い分けよう。まあいい方なんで糸満でめちゃくちゃいい方なんだけど、すごいやっぱ客室数が多いホテルってそれだけスタッフさんもできることが限られているから、そういうところで求めない、いろいろ求めない、特別扱いをされたいなら特別なホテルに泊まらないとダメです。こんなとこで威張ってちゃダメです。威張ってたんだ。リッツ・ハレクラニと琉球ホテルは別物と考えていただ